それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想スペシャルです。会えない時にあの人が妄想していることについて見ていきます。よろしくお願いします。ではまずこちらのオラクルカードから、会えない時あの人はどんな気持ちでいるのか、あなたをどんな風に求めているのかっていうのを見ていきましょう。はい、ではまず最初にオラクルカード展開していきます。内省のカードとじゃれ合いですね。何か葛藤している気持ち、逆の気持ちですね。自分自身の心を見つめるのと、あとあなたとじゃれ合うっていうことと相反したような意味合いを持つカードが出てきたので、お相手の中で何か感じ取っているものがあるかもしれないっていうことですね。強さのカード、そして正解を探すよりハート、心を優先したい、自分軸でありたい、穏やかに過ごしたいとか平和的にっていうのを感じました。こちらからお相手があなたに会えない時どんなことを考えているのかっていうのを見ていきます。夜あなたを思うあの人の心はまるで揺れる湖の水面のようです。静かに深く、でも時折ざわめき、あなたへの思いが次第に形をとっていきます。あの人はベッドに横たわりながらあなたと寄り添う秘密の花園を思い描いています。そこは鮮やかな色彩に包まれた静かな楽園。柔らかな風が頬を撫で、二人の笑い声が響き渡ります。あの人の目にはあなたの笑顔が眩しく映り、指先でその頬をなぞりたいという欲望が芽生えていきます。手を伸ばせば触れられる距離にいるあなたがあの人の心を温かく満たしているのです。一方であの人の心には少しの葛藤が乱れます。自分の気持ちを確かめたい、もっと知りたい、でも急ぎたくはない。愛の道を慎重に進みたいあの人はあなたとの関係をゆっくりと育むことを夢見ています。熱い抱擁の中であなたの耳元でささやくあの人の声は静かで優しい、でも確かな愛を伝えています。そんなあの人はあなたの存在が凛とした強さであると感じています。あなたのそばでなら自分がどんな困難にも立ち向かえると信じています。夜の静けさの中であの人はあなたを思うたびにその思いを力に変え、あなたを守りたいという強い衝動を感じています。最も官能的な瞬間は二人が寄り添い、肌のぬくもりを分け合いながらお互いの心の声を感じ合う場面です。あの人はあなたの柔らかな手のひらがご自身の胸に触れる感覚を思い描き、その瞬間だけは時間が止まればいいと思うほどの幸せを感じています。あの人が夢見るあなたとの夜は情熱とロマン、そして静かな愛が絡み合った美しい物語。その中であの人は自分の本当の気持ちに気づき、あなたを心から愛していることを確信するのです。そんな妄想を描いている、どんな夢物語を描いているのかというと、ほんの少しの葛藤も見えつつもあなたが触れてくれる、そんなことを妄想しながら柔らかいあなたの肌、特に手ですねを想像しながら、あなたがその柔らかい手で自分にどんな風に触れてくるんだろうっていうことを妄想しながら、それを衝動的な思いを馳せながらもね、夜を過ごしているっていうことがこのカードから伝わってきます。すごいロマンチックなお相手かなと思いますし、あとやっぱり強さっていうのがあるので、自分の強さを生かしてあなたと抱きしめ合いたい、そんなお気持ちが生まれていました。ではこちらのカードをこちらに、寄せていきまして、タロットカードでさらに見ていこうと思います。はい、では見ていきます。素晴らしいですね。カップの2番です。ここに
出ている位置というのがお相手がこれから見せる動きなんですね。これがこの2人のつながりやパートナーシップを表すカップの2番っていうのが出てるので、お相手があなたを求めている、愛してるっていうことがここで伝わってきます。素晴らしい流れになるんじゃないかなと思います。そして今お相手が考えていることもカップのナイトなので、あなたに愛を届けていきたい。優しいですよね。ロマンチストなお相手だなと思いました。そしてあなた自身もお相手に愛されている実感、喜びっていうのを感じているんじゃないでしょうか。そしてお二人は今これからチャンスが巡ってきます。期待した通りの未来を掴み取っていくでしょう。そのために今ご自身の中、お互いがそれぞれ気持ちの精査といいますか、より気持ちをクリアにしている段階にあると言えます。今以上に2人の仲が進展していく一歩手前に今いるということですね。そしてこちらが現在の課題点として出しているところにソードの7番のカードが入っています。ここに対してルノルマンで1枚補足もらっていきます。アドバイスカードはソードの6番です。新しいステージが始まっていきます。それはとても美しい世界でお相手が、そしてあなたも思い描いている未来がもう間もなくやってきます。はい、こちらで見ていきます。8番、棺のカードですね。もう少しもらっていきます。棺は終了などを表していますね。木のカードも出ています。ということはツリーのカードは健康面とか、または成長面や安定など信頼関係などの構築などを表しているんですが、物事のサイクルが一つ終わりを迎えて、また新しい世界がやってくるでしょう。楽園、それは未来というのは楽園になるだろうっていうことが言われています。健康面っていうことで読むこともできるんですが、例えばですね、心身のバランスが整っていなければ、もしピンとくることがあればそのケアをしてくださいっていう風に読むこともできます。なのでお相手の体調を一回お伺いしてみて、お互い大丈夫そうであれば健康面っていうことは一旦置いておいて、健康第一っていうことを心がけていきながらも、新しい世界へ向けて準備していきましょう。何か一つのサイクルが終了して変化し、これから新しい未来を迎える可能性が高いでしょう。何かたくさん多くの選択肢の中からご自身で一つ選び抜いていく。それは目的があって選んでいくんですが、何かを守るために自分で選び取っていく未来かもしれないし、お相手のためにあなたが何か犠牲を払うことが出てくるかもしれない。でもそれは自分自身の中で覚悟していること、それはお相手にも言えるんですが、お二人が一緒に歩んでいくためにお互いが今心の整理といいますか、環境の整理とかも含まれていると思います。何かを精査してシンプル化させて区切りをつけて新しい世界へ今目指している最中っていうのが伝わってくるので、これからの未来っていうのはもっと明るく楽園っていう風に感じ取れるようなことになると思います。はい、今考えていることに対して答えが出る。自分がどの方向に進んでいこうかっていうのがより明確になる。またはお相手と話し合って2人で築いていける未来っていうのが実現化するというように、感じました。話をちゃんとすることによってより美しい未来を描いていける。それは自然にそのような流れになっていくだろうっていうふうに言われていますね。あとお相手の動きとしてはやはりあなたとの結びつきっていうことに対して希望、期待しているところもあるし、自分の愛を伝えたいっていうのも出てきているので、今以上に愛情があなたに向けられることが多く出てくるんじゃないかなと思いました。あなたにとっても転機っていうのを自分の心のどこかで感じていることがあるので、このお相手と一緒になる、つまり例えば交際や結婚っていう何か形になるものかもしれません。告白だったりとか、それを予感しているところがあるかもしれませんね。それが今実現化へ向けて動き始めていく時です。流れに身を任せていきましょう。できるだけ心のバランスを保っていきながらこの未来進んでいかれるといいんじゃないかなと思います。会えない時、あの人はあなたを欲しているっていうのが出てきていましたね。そしてそのお相手のところで正解を探すより心を優先したい、自分の気持ちに従っていきたい。例えばそれがね、
自分たちのオリジナルの道で周りから正解ではないって言われるかもしれないって、だけどそれじゃなくて、正解、何が正しいとか間違ってるじゃなくて、自分たちの気持ちを優先させていきたいんだっていう、気持ちを優先させていきたいっていうお相手の望みが出てきています。できれば争うことなく穏やかに過ごしていきたいっていう願いも入っていますね。ではお選びいただいたカード、ジャスティスのカードなんですね。正義なんですよ。その正解探し、正しさではないっていうふうにお相手が思ってるんですが、こちらのカードは正義のカードなんですね。なのでこちらのカードもね、一番最初に感じたんですが、若干ちょっとこの内省とじゃれ合いと、一人で考え事してるのと触れ合ってるのと少しズレを感じていたので、その両方を今お相手が持っているんじゃないかっていう風に感じた通り、今回もこの正解じゃないっていうのと、いや正義だよっていうのと同じテーマの正義とか正解っていうカードが出てきていました。この正義のカードからは、あなたの魅力をより引き出していくためのメッセージとしてもらっています。あなたの心が軽くなり、新しいエネルギーを受け取る準備が整っています。過去の迷いや悩みはもう手放して大丈夫です。正しい判断と公正な流れがあなたにとっての最善をもたらしてくれるでしょう。それは心の奥深くに眠っている本来の魅力をさらに引き立てる大切な過程となります。あなたが密かに思っている人がいるなら、無理に自分を抑える必要はありません。自分らしさを大切にして、ありのままの魅力を信じてください。あなたの自然な輝きは何よりも魅力的で、お相手の心に深く響いていきます。優しさは愛は相手の心にそっと寄り添うもの。あなたがあなたらしくなれる関係がきっとこれからの人生を温かく彩ってくれるでしょう。自分を信じ、心を開いて、あなたの美しさを世界に広げてください。というジャスティスからのメッセージです。お相手が周りの一般的に言う正解不正解ではなくて、自分たちの気持ちを優先させたいっていうふうに思っていること、そしてこのジャスティスのカードも、あなたの中の正しさに従ってくださいっていうメッセージなんですね。それがより一層あなたの魅力を引き立ててくれます。ぜひこのカードからのメッセージもお受け取りください。素晴らしい流れですね。お相手未来のことをすごく期待していますし、動いていきますね。つながりを感じ合ってください。今回は会えない時にあの人が妄想していることや、あの人が今後どのように動いてくるのかっていうことについてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想スペシャルです。会えない時にあの人があなたのことで妄想していることについて見ていきます。よろしくお願いします。早速ですが、こちら事前にオラクルカードを複数引かせていただいています。こちらからあの人が会えない時どんなことを考えているのかっていうのを早速見ていこうと思います。まず仲間に入る。もしかしたら孤独感を感じているのかもしれない。そして家族団らんっていうカードも続けて出てきたので、お相手がぬくもりを求めている、寂しがり屋なのかもしれないし、今一人でいると不安を覚えやすいとか、そうですね、孤独感を感じていてあなたのぬくもりを求めているっていう感じがしました。そしてそうですね、やっぱり繊細さという感情豊かな魅力とあるので、お相手自身がまず繊細なんじゃないかっていうことと、それがあなたと程よいバランスが取れているので、あなた自身も繊細さん同士が今回このようにぬくもりを求め合ってるんじゃないかっていうふうにお相手から見えているんじゃないかと思いました。お相手も寂しがり屋なところもあるし、あなたもそうなんじゃないかと似たようなところがあって、違うところもあるんですけど、それがうまく混ざることによって新しいお二人のカラーが生まれていくっていうのね、うまく交わっていくっていう風にお相手が感じ取ってくれているということ、そしてやっぱり2人で感じ合いたいよねっていうことがこのカードから伝わってくるんですよね。お相手の夢物語っていうことでどんなことを妄想されているのか見ていきましょう。夜あの人があなたを思うその瞬間、
お相手の心はあなたとのひとときを繊細に思い描いています。あの人の妄想の中では、あなたと共に暖かいお部屋で安心感を分かち合う光景が浮かんでいます。柔らかい明かりの中、あなたがあの人に微笑みかける。その笑顔は全てを忘れさせるような特別なもの。あなたの指先があの人の手に触れたとき、あの人は胸の奥で心地よいドキドキと優しさを感じています。その瞬間、お相手は自分があなたの世界に自然と溶け込みたいと願っているのです。あの人の夢の中では、あなたの存在があの人の不安や迷いを解きほぐします。風に揺れるようにあなたは柔らかく、あの人を受け入れ、心の壁を壊してくれる。そのしなやかな愛があの人にとって何よりも美しく、官能的でさえあります。繊細で感受性豊かなあなたの姿は、あの人の妄想をさらに深めます。あなたの指がそっとあの人の髪に触れるとき、その優しさに胸が高鳴るのです。あなたが近くで囁く声は、あの人にとって一つ一つが甘いメロディーのように響き、耳元で大丈夫と励ますその音が心からあの人を安心させるのです。しかし、あの人は同時にあなたの世界に自分が受け入れられることへの緊張も抱いています。妄想の中では、あの人が少しずつあなたに溶け込み、ついにはあなたのぬくもりを存分に感じられる関係にたどり着く。二人は結ばれ、一つになっていく。あの人にとってあなたはただの恋人ではなく、心の拠り所であり、触れるたびに魂を潤す存在。あの人が描く夜のロマンスは、あなたと共に紡がれる穏やかで、それでいて熱を帯びた夢物語です。竹のようなしなやかさっていうのもこのカードが表しているので、あなたのしなやかな体だったりとか、芯の強さ、柔軟性っていうのも表しているかもしれない。柔らかいけど強い、そういうところに魅力を感じている。あとはやっぱりこの温かさっていうところですよね。あなたとぬくもりを感じ合いたいっていうのもこのカードから感じました。この願いがここにあって、それを今は一人でいる時、特にそれを強く感じている、願っているなっていうのをお相手が今ね、このエネルギーを感じています。孤独感を感じていたりとか、この人の描いている理想っていうのはここにあって、あなたと2人でぬくもりを感じ合いたい。だけどそれは少し距離があって、今の自分は離れたところでそれを思い描いているんですよっていうのが伝わってくるので、会えない時っていうのがテーマにしてるので、会えない時だからこそそのぬくもりを求めているんだっていうことで伝わってきます。ではこの後見ていきます。タロットカードであの人の妄想をさらに深掘りしていきます。はい、ではこちらで見ていきます。ヌルヌマンカードで補足もらっていきます。ここに運命の輪が出ているんですが、ここに対して1枚もらっていきます。素晴らしい流れになってるなっていう風に感じています。はい、コウノトリのカード。いいですね。幸せに向かって物事が流れていく。ただし、その若干時間差だったりズレっていうのを感じるんですね。遅延っていうのを感じるので、例えばデートの時間に遅刻するとか、日にちそのものが延期になってしまうとか、なかなか会えないとか、タイミングがずれるっていうのが入ってくるんですね。ここに出ている位置っていうのがお二人の今の課題点としてお相手が感じていることなんですが、タイミングがなかなか噛み合わないからチャンスを待っているんですよとか、伺っていますっていうのが入ってくるんですね。でそしてジャンピングでルノルマンネズミのカードが飛び出してきたので、もしかしたらどちらかが今疲れているとかストレスを抱えている状態
なのでなかなか会えないとか、例えばあなたが今体調不良で風邪をひいているとか、長引く体調不良によってデートが延期になっていたり、またお相手がそれを体調不良を起こしている可能性もあります。またなかなか会えないからストレスになっている、なんかモヤモヤするなって、早く会いたいなっていう気持ちが募っているっていう風に読むこともできます。この会えないから来るモヤモヤ、ストレスっていうところから晴れて抜け出していくっていう流れになっているので、今、十分に会えている時間が少なかったとしても、これから先はゆっくりと落ち着いて会えると思いますので、時の流れとともに変わっていきます。そしてあなたがスターのカードが出ているので、いかにお相手にとってあなたが輝かしい存在であるのかっていうことですよね。大きな存在としてお相手見てくれています。そしてお相手もやっぱりここのカップのページが入っているので、可愛らしくて微笑ましくてロマンチスト、ですねと思いました。若干このメンタルの揺れっていうのが気になるところではあるんですが、それをあなたが補っていくような相性だと思うんですね。時々合わないなとか、しっかりしてよっていうふうに思う時もあるかもしれないんですが、だからこそ愛おしいとか、微笑ましいっていうふうにあなたが見守っていきたいっていうふうに思えるような存在なのかもしれません。何かほっとけないような魅力を放っているお相手、そしてやはり似ているんですよね、お二人。違うといえば違うんだけど、似てるといえば似てるっていう風な感じで、お二人のこの色が混ざり合って新しいカラーを生み出すような、そんな相性なんじゃないかなと思いました。すごくこの感受性が豊かだなっていう風に感じました。この2枚からそれぞれこれもインスピレーションを受けるという意味があるし、このカップのページもクリエイティブやインスピレーションを表しているので、同じく2人が繊細で感受性が豊かということを表しています。そしてこちらがお互いの本音っていうところなんですが、あなたは情熱的なスタートを切っていきたい、何か取り付けたいことがあるのかもしれません。デートだったりとか、連絡だったり、返信を待っていたりとか、そうですね、情熱的にスタートさせたい、肌を重ねていきたいっていうことかもしれません。で、一方お相手はワンドの4番なので、安らかさとか安心感とか安寧とかを表してるんですね。あなたと一緒にいて心からの安らぎを得たいっていうことを表しているので、ここも同じワンドなんですけど、ちょっと違う、だけど同じといえば同じっていうね、その2人の混ざり合うことによって新しいカラーが生まれてくるっていうのをまさに表しているなというふうに思いました。あなたがすごく魅力的にお相手から映っていて、他の誰にも渡したくないっていうふうにお相手は思っています。そしてこちらがお相手の動き、今後の動きなんですね。ラバーズのカードですごく素晴らしいですよね。あなたとイチャイチャしたいっていうのがもう純粋に言われています。純粋に楽しみたいんだと。デートしたりとか、肌を重ねたりとか、お話ししたり、あなたと触れ合うことを望んでいます。そのようにこの方動いてくる、デートのお誘いをしてくると思いますし、またはお家でゆっくりくつろぐ、これだけでも十分幸せだっていう風に感じてるんですよね。ということでこちらがアドバイスカードです。この今の障害に対してジャスティスのカードなので、時が来れば自然と物事はならされていって均衡が保たれていきますよとか、自然に身を任せていけば、お二人だったら自然に身を任せていってももともと相性がいいので、何か会えないような、今何かズレを感じていても、それがまたならされて、またいつも通り会えるようになっていきますので、今は心配しないでくださいって。不安なことも今あるかもしれないけど、全ては幸せな方に変化していきますっていうコウノトリのカードも出ています。コウノトリは変化や移動を表しています。また嬉しい出来事を運んできてくれるっていう意味もあるので、これは嬉しい変化として受け止めてください。今その変化に伴ってストレスを感じることがあったり、またはストレスから来る変化っていうこともあるので、このあたりについてはここから先またさらに逆転して嬉しいことへ変わっていくので安心してくださいっていう風に出てきています。そしてその嬉しい喜び、変化っていうのは特にあなたの方に強く現れるんじゃないかなと思うんですね。例えばあなたが体調不良を起こしているのだったら、それが回復すれば、時とともに回復していけば、またお相手と普通に遊んだりデートしたり肌を重ねることができるだろうしっていうことで、あとはなかなか会えなくてあなたが不安に思っていることも、あなたが
なんか自然の流れでまたお相手から連絡来たり、普通に会えたりとか話とかできることによって安心するから、ストレスから抜け出して新しい環境でお相手と2人で仲良く暮らしていく姿っていうのが映っています。あなたの方に大きな変化が訪れるような気がしますね。はい、ということでこちら嬉しい変化があるだろう。そしてお相手の動きも素晴らしいですね。ときめき、あなたと触れ合う。そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードから、よりあなたの魅力を深めていくためのポイントをお伝えしていきます。愛ほど心を刺激し力を与えてくれるものはありません。新しい時代があなたに心を開き、これまで以上に創造的で自由な自分を表現するチャンスを与えています。今こそあなた本来の魅力を解放し、堂々と世界に輝きを示す時です。この変化の中で、あなたは自分の中にあった古い思い込みに気づき、それを手放すことができるでしょう。特に恋愛における制限や不安は、もはやあなたの進化には必要ありません。自分を表現することを恐れず、心の中にある本当の願いを受け入れることで、自信が増し、人生の美しい驚きを受け取る準備が整っていきます。新しい一歩を踏み出すために、紙とペンを用意してみてください。心に浮かぶすべての願いを書き出し、その中から最も大切な3つのキーワードを見つけましょう。それはあなたの心にとってなくてはならないものです。このシンプルな作業があなたの恋愛観を軽やかにし、魅力をさらに引き立ててくれるでしょう。愛はあなたの内側に眠る美しさを世界に届ける力を持っています。自分を信じて、その輝きを存分に楽しんでください。出発、創造を表すカードです。はい、新しく生み出す力、あなたは持ってますから、自信持って歩み始めてくださいっていう応援メッセージです。歩み始めることによって、より一層あなたの魅力が輝いていきます。そう、まさしくスター、輝きの存在ですね。あなたが自信持ってください。そして今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズとして、会えない時にあの人が妄想していることについてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想スペシャルです。会えない時にあの人が想像していること、妄想していることについてお伝えしていきます。よろしくお願いします。今回は先にこちら事前に出しているオラクルカードから、あの人が会えない時にあなたのことについてどんなことを妄想しているのか、夢物語をお伝えしていこうと思います。見ていきましょう。まずトラップ、罠というカード、そして危険を逃れるっていうカードですね。そしてこちらミラクル、オーロラの絵柄です。あとはこちら感受性の豊かさと心豊かな人間力ということで、温かい、そんなイメージを持ちました。会えない夜、あの人が夢見るあなたとのひととき。夜の静寂に包まれながら、あの人はあなたを思い浮かべています。その妄想の中で、あの人の心はあらゆる感情の波に揺れながら、あなたと美しい一晩を描いています。あの人はまずあなたを守る夢を見ています。あなたが危険な状況から抜け出し、自分の腕の中に飛び込んでくる瞬間、あの人はその時、自分があなたを守る盾でありたいと切に願うのです。あなたの安心した息遣いを感じ、あの人の胸は満たされます。次に、あの人はあなたを優しく誘い出すシーンを思い浮かべます。まるで罠のように巧妙に用意されたロマンチックな仕掛け。あなたが喜ぶ香りや星空の下で揺れるキャンドルの光、それはすべてあなたを引き寄せたいというあの人の熱い思いの表れです。その夜、あなたがあの人に向ける笑顔のすべてを堪能したいのです。そのためにあの人は事前に準備し、あなたを喜ばせることを願っています。そしてその夢の中であの人はあなたの感受性の豊かさに触れます。あなたが美しくあの人の心を揺さぶる存在であること、
あの人はあなたの一つ一つの言葉や仕草に感動し、その繊細な魅力に心を奪われています。最後に、あの人の妄想はクライマックスを迎えていきます。あの人とあなたは澄み切った空に輝くオーロラを見上げています。あの人はその光景をあなたの存在そのものと重ね合わせています。オーロラが生み出す奇跡のように、あなたがあの人の人生に現れたこと自体が奇跡だとあの人は感じているんです。あの人は願います。この夢がいつか現実になる日を。会えない夜、あの人の心はあなたへの愛と憧れでいっぱいです。どこかあなたに儚さ、オーロラっていうのはずっと見られるものではないので、儚さや奇跡、っていうものを感じていますし、あと美しさですよね。幻想的な美しさを魅力的に感じているということですね。あとあなたの喜ぶ顔を見たいので、事前にロマンチックなシーンっていうのを用意しますよっていう、そんな妄想を膨らませています。そしてこのストーリー性になっていたので、あの人の中で場面っていう形でこのシーンごとにそれぞれ妄想している。あとは時系列で妄想していたり、例えば一番最初にはデートに誘ってこういうロマンチックな演出をして、そしてあなたの魅力に語り出して、あなたの魅力について語っていって、こうなってっていう風にお相手の中で連想しているような、そんなイメージを持ちました。妄想している最中もシーンが変わるとか場面が変わるとか、そういう妄想とか、または何度も妄想している可能性があるなっていう風に感じました。はい、何か明るさと優しさと柔らかさっていうのを感じました。ではタロットカードで続けて見ていきます。もう少し深掘りして見ていきましょう。はい、ここまでタロットカードを出していきました。まずお相手の方があまり自由に動けないって、気持ちと裏腹に行動に起こせないとか、その起こせない状況があるっていうことが出てきています。たくさんある選択肢の中でまだ答えが定まっていないのかもしれないし、今耐え時だっていうのが出てきているので、心の奥底ではカップのキング、あなたに対して深い愛情を示しているんですが、何かここが障害を表すところ、ワンドの点です。オーバーワークとか、何か重荷になっているものとか、重くのしかかっているもの、耐えているものっていうのがお相手の方で感じます。で、あなたは何があってもお相手を支えたいとか、寄り添っていきたいっていうね、信念っていうのをしっかりと持っていますし、諦めない気持ちっていうのも出てきているので、どんな困難があってもお相手のために自分が尽くしていくとか、2人で歩んでいく道を選び取っていきたいっていう思いが出てきているんですね。問題はそのお相手の今の現状っていうところで、補足で1枚出して吊るし人だったので、やっぱり身動き取れない状況が今出てきているのかなと思うんですね。本心はカップのキングなので、あなたに対する深い愛情っていうのは示しているんですが、この障害のところのちょっと働きすぎですよっていうカードも出ているので、そこが少し心配。そして今の現状もソードの2番なので、何かバランスを取るために自分の感情を抑えているっていうところが出てきています。2人の関係性もカップの7番っていうところで、たくさんの選択肢、またはいろんなことを思い描いているんですけど、それが実現化できていないっていうのが出てきているんですね。お相手のことを知るためにお相手に深掘りしていきます。そうですね。指輪のカード、お相手のところで深掘りしていったんですね。そしてやはりあなたと結婚だったり家族だったり、または、形式にはとらわれないんですが、生涯のパートナーとして、心の拠り所とか安心できる
あなたの存在っていうのを感じているし、それを確かな関係性にしていきたいっていうお相手の気持ちが出てるんですが、やはりそれには自分の環境を整える必要があるなとか、あなたに全く非はなくて自分の問題っていうのがお相手で強く言ってきてるんですよね。これは自分の問題であると。そうですね、人によってはお相手の環境が今ちょっと険しい道にいるっていう方もいるかもしれないんですね。ここまで動けないとか、抑えているっていうカードが出てくるということは、お相手が動きたくても動けない環境があるんじゃないかと思うんです。例えばお相手があなたと一つになるために何か自分で動くためのアクションを起こさなきゃいけないんだけど、なかなかそれが滞っていてうまく進んでいかない出来事がある。仕事かもしれないし、生活かもしれないし、ご両親のことかもしれない。人によって変わるんですが、この険しい道を自分の力で動かしていかなければいけないんだけど、それがかなり動かしづらいことだっていうのが複数枚のこのカードが告げているんですね。ただ自分の本心、本当の気持ちっていうのは、あなたに捧げる愛とか、あなたを守っていきたい気持ち、覚悟っていうのは決まっているので、そこを信じてほしいっていうことを伝えてきてくれています。約束するんだと、あなたに愛を誓うということを。ただしこれは自分で自分の克服しなければいけないことがある、険しい道になるだろうっていうことを告げているんですね。こちらがアドバイスカードです。お二人にとってのアドバイスなんですね。ペンタクルページで学びのカードで、一つ一つこれを学びとして捉え、初心忘れず、そして丁寧にお互いが向き合って物事に取り組んでいく、そして形取っていく、作り上げていく、乗り越えていくことが大切なんですって。初心を忘れずに、または初心に帰って一歩ずつ歩み出していくこと。確実に歩みはゆっくりなんだけれども、今受け取っているものに感謝し、気持ちとかお相手の気持ちとか愛情に感謝し、またお相手も感謝し、お互いが今ここにいるっていうこと、存在に感謝していきながら、そしてあなたは陰ながら寄り添いサポートしようっていう気持ちが出てきているので、それにどれだけ救われているのか感謝してもしきれない。その気持ちをお互い大切に持っていきながら、これから取り組んでいく、これからも取り組んでいく。歩みは遅いかもしれない、だけど少しずつ成長していくんだっていうことなので、2人が一つになるまでは時間がかかるかもしれない。特にお相手の方の環境でっていうことで入っているんですが、ただしあなたが求めているのは安心した関係性であり、自分が心からお相手に寄り添っていって、そしてお相手も自分に寄りかかってくれるような、そんな関係性をあなたは望んでいるし、お相手もそれを叶えたいと思っています。はい、じゃあっていうところなんですが、そうですね、高速で出していてもやはりしばらくは耐える、時間かかるよとか、そういうカードが結構続いているので、動けない原因っていうところを見ていっても自分の問題なんですよってことを強くお相手が言ってくるんですね。なのであと1枚だけ出してみてみましょうか。それはね、あなたにプロポーズするためなんですよっていうことが言われてるんです。プロポーズじゃなかったとしても、あなたと何か誓いを立てたい、約束したいとか、もっと重要なことだと思うんですよね。このカードとかを見ていて、ここで指輪が出てくると、お相手の中ではかなりのこの一大決心といいますか、もうすでに水面下で動いていることだし、それはその表に出た時にとてもこのすごいこと、プロポーズみたいなぐらいの本当に一大決心をして、お相手がもう水面下で動き始めてる、それぐらい覚悟を決めて動いてるってことなんじゃないかなと思うんですよね。徹底的に自分のことなんですってことを言ってるので、あまり言いたくないのかもしれないですが、アンカーのカードが出ました。もう1枚深掘りでってことで出していったんですが、お相手の中の例えば抱えているトラウマ、不安とか、そういうことも全て自分で乗り越えていくんだと、そういう強い意志が見えています。そしてあなたと安心した関係性、しっかりした絆っていうのをあなたも求めているし、お相手もそれに応えようとしています。なかなか動きが派手に見えないというか、
大きく動かないようなこともあるので、あなたの方でも不安に思ったりとか、大丈夫かなってお相手のこと心配に思う時もあるんですが、ゆっくりとゆっくりと変化していきます。どのように変化していくのかって言ったら、お相手は自分自身の課題を時間をかけて乗り越え、そしてあなたに尽くす愛っていうのは変わらず文字、そしてあなたもお相手を支える思いっていうのを持ち続け、そしてやがて2人は一つの約束を交わす。その約束というのは大きなものになるだろう、2人の絆が揺るがないものへとなるだろうということを表しています。ただし時間はかかるっていうことは言われているんですが、あなたがそれを耐えて、受け入れますよっていう体制が整っているので、なんかまだかなとか早くしてとかそういうことを思わないっていうふうに出てるんですね。それだけあなたがお相手にとって支えになっている存在だということです。この弓輪のカードがすごく強いエネルギーを放っているなと思いました。これだけ苦しい状況にいてもお相手が誓いを立てたいというふうに言ってきてくれているので、何か少し時間はかかるんですが、1年後とかになるかもしれないんですが、お相手とあなたにとって確かな何か絆とか約束、元結婚とかそういうところが生まれてくるんじゃないかっていうふうに思いました。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからより魅力を深めていくためにというメッセージをもらっていきます。あなたの中には自然と人を引きつける特別な力があります。その力を最大限に輝かせるには、まず自分自身を大切にすることが大切です。あなたが自分の心や体に敬意を払い、守るべきものをしっかりと守る姿勢は、あなたの魅力をさらに深め、自然と自信あふれるオーラを生み出します。誰かがあなたに近づいてくるとき、無理に心を開かなくても大丈夫です。ほんの少しの微笑みやさりげない目線のやり取りだけでも、お相手の心に強く響くことがあります。自分のペースを大切にしながら、あなたらしい方法で魅力を表現してみてください。もし好きなお相手じゃない方があなたに近づいてきた時、何か不安な気持ち、不安な直感的にねっていう風に思うことがあれば、無理に心を開かなくてもいいです。お相手だけでもいいんですよっていうこと。そして信頼できるなっていう風に思ったら、この好きなお相手じゃなくてね、自分の頼りになれる存在がいると思ったら、その方に心を開いていってください。自分のペースを大切にしましょう。もし甘い言葉や誘いに迷うことがあったら、これは私を本当に幸せにしてくれるかなと静かに心に問いかけてみてください。その答えに素直でいることがあなたの輝きを守り、さらに深める秘訣です。あなたの魅力は外見だけではなく、内面の自信や優しさからも生まれています。その輝きを信じて、あなたらしくいることを楽しんでください。どんな時もあなたの持つ温かさと魅力がきっとお相手の心に届きます。はい、ということで、自分の中でアンテナを張り巡らして、この今私にかけてくれる言葉、このお相手以外にもいそうなんですよね。その時にどうだろうかっていうふうに、一旦自分のアンテナに、心の声にね、耳を傾けてくださいということです。あと1枚だけカードを引かせていただこうと思います。あなたはお相手に絶対的な信頼を置いていて、揺るがない愛情っていうのを持たれていると思うので、そのお相手以外にあなたを惑わせるものが出てくるかもしれないっていう風に、1枚見てみますね。カップのナイトですね。やっぱりもしかしたら他にもあなたのことを好きだと思っている人がいるかもしれません。なのでその方のその思いっていうのも、あなたはどう受け止めていくのかとか、好きなお相手の他にもいそうだっていう風に出てきました。この方も誠実な思いを持ってあなたに愛を届けようとしてくるんですが、だからカップの7番で迷いとか葛藤が生まれているのかもしれない。お相手との間にも揺れるし、この方とのことでもあなたが考えることが今生まれているのかもしれないですね。ただ心の中はお相手だっていう風にカードが告げているので、頭の上では迷いが生じていても、心はもうすでに答えが決まっているように感じました。
はい、あといや全然ねそういう人いませんっていう方だとしたら、そのお相手の言ってることは本当に私にとって誠心誠意込めて言ってくれてるんだろうかっていうことで疑問を感じている方もいるかもしれない。そういう時は自分の直感に耳を傾けてくださいっていう風に捉えてください。今回は会えない時にあの人が妄想していることについてお伝えしていきました。夜のちぎり、夜の妄想スペシャル、この次も続いていきますので、ぜひまた次回も楽しみにしてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。会えない時にあの人が妄想していること、夜のちぎり、夜の妄想スペシャルとしてお届けしていきました。今回はプチ3択占いを行っていこうと思います。今のあなたに必要なメッセージということで、布のマンカードからもらっていきます。今回はあの人の描く夢物語をお伝えして、その後に今のお二人のお気持ちだったり、あの人が今後動いてくるかどうか、どんな風に動いてくるか、今考えていることはあるのかっていうことを見ていきました。お二人がより良い未来描いていけますように応援しています。ではこちら、選択肢とはまた別にお好きなもの、左、真ん中、右とお選びください。では今回また左からめくっていきます。今のあなたに必要なメッセージです。ハートのカードです。その愛、信じてください。大切に育んでください。真実の愛です。もうそれ以外に語ることがないんじゃないかっていうぐらい、もう愛情が全てですっていう今のあなたに必要なメッセージです。お相手と結ばれる、一つになる、二人のつながりを感じ合えるなど、そのメッセージが今のあなたの胸に深く刻まれるのではないかなと思いました。では真ん中をお選びいただいた方です。はい、塔のカードです。これは建物を表しています。ラッキースポットとして建物、または高さのある場所を今表しているのかもしれません。そこに導かれるように行ってみると、新しい視点を持って、広い視野を持って物事をまた違う視点で見ることができ、問題解決の方向へと流れていくだろうということで、今回建物としてご覧ください。で、中には今心身のバランス崩していますっていう方は病院を表している可能性もあるので、サポートを受けに行ってみるっていうことも表しているかもしれないし、純粋にこれ高い建物、タワーとして見て展望台に行ってみるとか、建物にあなたの希望が眠っているというふうに伝わってくるので、気になる場所があるんだったら、これだって思うところ、気になっているってところに行ってみて、そして実際その建物から周りの景色を見た時に新しい視点が生まれてくると言われています。これ今のあなたに必要なメッセージとしてお受け取りください。そして右をお選びいただいた方です。船のカードです。さあ、未来へ向かって羽ばたく時がやってきています。もう思い描いていることがあるかもしれません。こういうふうにしていきたい、目標があるなど、夢、目標に向かって、または願いに向かって歩み始める時がやってきました。さあ、出発の時です。前進していきましょう。前へ進んでいきましょう。それは長い時間をかけてあなたが成功をつかみ取るための第一歩となるでしょう。はい、そのようにお受け取りください。今回はプチ3択占いで今のあなたに必要なメッセージとしてお届けいたしました。今回も夜のちぎり、夜の妄想シリーズスペシャルをお届けしています。こちら年末年始スペシャルなので、年始あたりまではこのシリーズが続いていく予定なんですね。もしかしたら途中で違う動画が入る場合もあるんですが、予定としては年始あたりまではこのシリーズを続けていこうと思っています。ぜひまたこのシリーズ次回もお楽しみいただけたらなと思っています。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。